お前らこの仕事やっとけ。死ねはい、やっつけておきました。よし、2、3、4、5、6、7、8。はい、やっつけておきました。はい、やっつけてやったぞ。エリクスばっかこねやがったガキか。いい加減大人になれ。小道寺に言われたくない。こうなったら今日という今日はお前らを大人にしてやれ。何ですかそれ。お前ら大人になったと思う時はどんな時か知ってるか。知らん。それはだな、知りたくなかったことを知った時さ。はサンタの正体を知った時、カメハメハはどんなに頑張っても撃てないと知った時、そうやって知りたくなかったことを知った時、人は大人になるのだ。なるほど。なるほど。この装置は知りたくなかったことを無理やり教えてくれる装置なのだ。はた迷惑じゃねえか。この装置で大人の階段を登ってこい。は抵抗ペンギン。知りたくなかった雑学9選。渋滞の先頭の秘密とは。どこですかここ。ここは1980年代の病院です。喋った。今からあなた方には知りたくなかった雑学を知ってもらいます。くそ、上司のやつ無理やり巻き込みやがって。まあでも雑学を教えられるだけですし。適当に聞き流そうや。それもそうか。それでは一つ目の雑学スタートです。バブ。はあ、今日は新生児の手術か。さっさと終わらせて帰りましょう。だな、メス。よく泣くなこいつ。通学はないはずなんですけどね。思ったより容体が悪いな。全員腹を開けて診察するか。ですね。開胸器用意。知りたくなかった雑学。1980年代後半頃まで新生児には麻酔なしで手術をしていた。どうです？知りたくなかったでしょ知りたくなかったの種別が違う。う。では続いての知りたくなかった雑学です。ここって工場ですよね。シーリー、お前らはイチゴミルクを作る仕事だ。どうやら飲料工場みたいだな。まず着色料を作れ。原材料入れろ。この袋かな。何ですかこれ。貝殻虫だよ。なんで虫入れてるんだ。こいつがピンク色着色料の原材料だからな。は？ちなみにかまぼことかかき氷用のシロップにも使われてるぞ。もうピンク色のもの食べられないよ。知りたくなかった雑学。いちごミルクの着色料は虫。次はなんだ。お風呂ですかね。でもなんかこの風呂見覚えあるよな。なんか体縮んだんだけど。は？これは昨日のペンギンさんの入浴の様子です。ってことはあれは過去のペンパイ？あれ、シャンプー切れてるじゃん。詰め替えるか。すすいで詰め替えましたね。これの何が知りたくなかった雑学だな。シャンプーボトルを覗いてください。何これ。緑膿菌です。金？洗った後乾燥させないとボトル内で菌が増えます。なので頭洗うか。ペンギンさんは細菌だらけのシャンプーで頭を洗ってます。やめてくれ俺。知りたくなかった雑学。シャンプーボトルを乾燥させずに詰め替え続けると緑膿菌が増殖する。今度は部屋ですね。なんか距離遠くない？なんか言えよ。頭が細菌だらけなので避けられてます。こいつ本当に知りたくないこと教えてくれな。あれっていうかこの部屋パンダさんの部屋じゃないですか？くっそー、どこ行った？何してんだ？確かゴキブリが出て探してたような。まあいっか。そうだ、見失ってから途中で諦めたんだよね。そのゴキブリはここにいます。疲れた。屁をこくか。くそ。ゴキブリは15分おきに屁をこきます。さらに駆除用の餌撒いてるし、どっかで死んでるでしょ。やべ、さっき食べたの駆除用の餌じゃん。死ぬか。なんかガスが出てきましたよ。ゴキブリは死後18時間にわたってメタンを放出し続けます。死んでるなら大丈夫だよね。ガガナボが早くゴキブリ捨てて。知りたくなかった雑学。ゴキブリは15分おきにおならをし、また18時間にわたってメタンを放出し続ける。
頭に最近ゴキブリ、部屋にゴキブリのおなら10万。もはや拷問ですよねこれ。続いての知りたくなかった雑学です。慈悲はないんですか？まあ自分機械ですし心ないんで。グーの根も出ない現実。嘘、病院？まさかまた麻酔なしで手術されるんじゃ。では手術を始める。全身麻酔投与。うわよかった。今回は麻酔あるみたいだね。海峡メス。は？なんで起きてるの？実は500人に1人の確率で全身麻酔でも冷めてしまう可能性があるんです。あー、今後手術するときめちゃくちゃ怖いじゃん。これはマジで知りたくなかった。知りたくなかった雑学。全身麻酔でも手術中に目が覚めてしまう可能性はゼロではない。今度は口？なんか車が渋滞してるな。皆さん渋滞の先頭って気になったことはありませんか？まあ確かにありますけど、それを見に行きましょう。どんな感じになってるんだろうね。普通に事故で詰まってる場所とかありそうですよね。もしくはちんたら走って後続を煽ってる車とかね。確かに危険運転が原因なのはありそうだな。到着しました。あの車です。普通に運転してる車ですけど。速度も普通だしね。渋滞の先頭はマナーを守って普通に運転している人です。どういうこと？見てください。坂に差し掛かります。あれ、スピードがちょっと落ちた。坂なので気づかないうちにスピードが下がります。すると後続車が次々とブレーキを。このように車間距離を保とうと次々とブレーキが連鎖し、最終的に渋滞が発生するのです。こんな些細なきっかけで渋滞って起きちゃうんだ。でもこれって知りたくなかった雑学か？ですよね。今までのと比べると別にダメージは。本当にそうですか？この事実を知ってしまったら、運転中坂に差し掛かるたびに今もしかしたら知らないうちに渋滞の先頭になってるかもと不安になります。こいつ最高に性格が悪い。まさに楽しい気分にブレーキがかかる雑学ですね。やかましいわ。知りたくなかった雑学。渋滞の原因は坂道などで知らないうちにスピードが落ちている車なので、あなたも渋滞の原因になっていた可能性は十分にある。そうしてペンギンたちはさまざまな環境で知りたくなかったことを知り続けた。だいぶ大人の顔つきになってきましたね。知りたくないことして疲れた顔なんだが。それが大人の顔つきです。勉強になりましたね。知りたくねえ、そんなこと。まだまだ行きますよ。覚悟はいいですか？もう大抵のことじゃダメージ受けないや。次の舞台はここです。ここって某企画じゃ。この前辞めた山田さんわかる？うちの給料低すぎて転職した人でしょ。結局次の会社もそんなに給料変わらないところに行ったらしいよ。なんで？辞めた意味ないじゃん。なんでだろうな。実は生涯年収は25歳から35歳の年収の伸びと相関傾向があります。つまり若いうちの年収が後の年収に大きく影響します。山田さんの年収が変わらなかったのはそのためかもしれません。なんでこんな現実を知らなきゃいけないんだ。自分たちその年代をちょうど某企画に使ってる最中なんですよ。気づかないようにしてたのに。続いての雑学の舞台に移動します。退職届は法律上2週間前で OK。 さらに言えば郵送でも可能です。未払いの残業代がある場合は3年まで遡って請求できます。なお今後は5年に法改正される見込みです。ほら、ちゃんと大人になったか。やめます。機械のアドバイス通り未払い残業代はきちっと全部請求するからよろしく。何教えてんだお前。自分は知りたくなかった雑学を教えるマシーンなので。なんか大人になった気がするな。もしかしたら人が大人になる時って知りたくないことを知った時じゃなくて、仕事なんかいつでも辞めてもいいって知った時なのかもな。おいペンギン、今度は宇宙へ行ってくれ。職業イベント第2弾が開催中。奪われたロケット部品を取り戻して打ち上げを成功させてくれ。イベントクリアで限定スキンがもらえる。テーペンウォーズで検索。インストールよろしくな。ペチペチ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくは Twitter を確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ゲームやるんで今日会社休みます。明日も仕事なのにやめられない。